皆さんこんにちは。ディレクターさんもこんにちは。こんにちは。先に見た内容を申し上げる前にこの T シャツをご紹介します。私が本当に大事にしている T シャツです。ゆるキャンの T シャツがこのくらいの厚さで数十着あります。上に何枚かだけずっと着て、下側の T シャツは未開封のままです。私が60歳になるまでゆるキャンの T シャツを着ることができると思います。そうやって上だけずっと回してきていて、今度新しい T シャツを1枚出してみました。そういう事情がある T シャツです。それからこの前の映像で酒の細道杯の話も申し上げましたが、この雑誌に私が描いた酒の細道が載っています。じゃーん。もう少しだけお見せします。著作権の問題でたくさんはお見せできません。少しだけお見せします。こうやって載っています。私が大好きな酒の細道の25年か30年前くらいに発表されたエピソードの中で、私が好きなエピソードを私が描きました。こんな瞬間が私は漫画家として一番胸がいっぱいで面白い瞬間です。酒の細道のファンとして描き直す作業も面白いですが、ろくでなしブルースのファンだということもあのエピソードに込めました。酒の細道はエピソードごとに絵が少しずつ違うが、先ほどお見せしたエピソードはろくでなしブルースのスタイルを適用して描いたエピソードです。つまりオマージュです。そして私には練習にもなります。ではろくでなしブルースは私にとってどんな意味があるのか。ろくでなしブルースは私に与えた影響もすごいですが、1990年代韓国漫画界の与えた影響がとてつもないです。それが数十年が過ぎて今、韓国の Webtoon の主力ジャンルが実は遡るとろくでなしブルースから始まります。それくらい影響を与えた作品です。私もろくでなしブルースを見て一生懸命勉強しましたが、どれくらい頑張ったかというと、私が軍隊の訓練所に入所するとき、ろくでなしブルースの漫画を隠して入りました。とても危険な行動ですね。これがどれだけすごいことなのか、軍隊に行ったことがある人はわかると思います。しかも漫画本をバレてしまいました。普通は軍隊で捕まったらそのまま終わりません。軍隊内の監獄に行ったり、帰宅措置後に再入所後、また訓練を受けなければなりません。その後どうなったのか、今後のお話がお気になりましたら、ドイツチャンネルを登録とアラームをしてくだされば、いつかは聞くことができます。それほど愛したろくでなしブルースも持っているし、酒の細道のファンとしても持っている。こういう作業をするということがどんなにドキドキして楽しいことか想像してみてください。漫画を描くことはこんなに楽しいことです。なので今日の映像の本内容です。この前ジャンププラスの担当者がおっしゃったお話から始めます。この前ジャンププラスの担当者と一緒にマーシャルキングについて会議をしたんですが、担当者の話がジャンププラスのある先生が聞いてくださったそうです。ボイチはどうしてそんなに多くの原稿を書くことができたのと聞かれたということです。それでその時思い出すことのいくつかは申し上げました。この話を私たちの YouTube でも一度扱わないと、こう思って撮影しています。なので今日のテーマはどうしたらボイチのように仕事ができるのかです。ちなみに私はすごく仕事ができる人ではありません。作業量が多い人でもありません。速度が速いわけでもありません。私とは比べ物にならないほど誠実な先生たちがとても多くて、真面目で仕事がお上手で手が早い先生たちはとてもたくさんいらっしゃいます。本当に多いです。私があれくらいの実力で、おい、原稿を早くするにはこうしないといけないし、原稿をたくさんするにはこうしないといけないんだと申し上げるレベルではありません。それでボイチのようにということです。約20個程度に整理してみたので、最後まで見ていただければとても役に立つと思います。第一に、レイヤーをできるだけ少なく使う。私はレイヤーをたくさん使うのがいい方法だとは思いません。レイヤーをたくさん使う理由は何でしょうか。おそらくリサイクルの可能性、修正の可能性、こういうことを念頭に置いているんでしょうね。しかしボイチのようにしたら修正はできるだけしない方がいいです。そもそもプロは修正を少なくするほどいいです。
例えば目の前に天然のマダイ、大間産本マグロがありますが、大トロをこうやって切ってみたり、ああやって切ってみたり、切ってみて間違えたら少し直して切ってみたりもして、こうだったらどうですか？これが素晴らしい料理人でしょうか？絶妙な味のバランスのために間違いなく一発でさっと切られたピカピカの切れ端、これがいいじゃないですか。それでプロは修正をしないほど良いというのが私の考えです。それがプロであり、おまけに時間も節約します。それで修正はしない方が当然いいし、修正しにくいように原稿をした方がいいです。そうしてこそ緊張感が生まれます。緊張を避けることは良い方法ではありません。緊張感を楽しんで利用しなければなりません。原稿をするのに緊張感が出ないと、わざとでも緊張感を作らなければなりません。お金をもらって売る作品なのに緊張感を持ってするのは当たり前のことです。だから直さないと思って直すのが難しい作業をすると、レイヤーは当然少なくなるでしょう。そしてリサイクルをたくさんすれば読者が喜ぶでしょうか？私はリサイクルは全くしない方がいいと思います。しかし私も自分の能力不足でリサイクルを私もします。でもできるだけしないように努力しています。目、顔、手などを切ってリサイクルするのは全然しません。申し上げるよりレイヤーを一度お見せします。これはマーシャル・キングの原稿です。この上の方はレイヤーじゃなくてフォトショップチャンネルです。フリップスタジオではまたレイヤーを管理するようにチャンネル管理をしていました。この原稿はトーンまで入った完成原稿です。レイヤーは全部で10個しかありません。一番上のレイヤーは外角線です。次のレイヤーは犠牲語です。大きな犠牲語、小さな犠牲語が1つのレイヤーに全て含まれていて、犠牲語の枠も全て含まれています。直すことはないので全部1つのレイヤーに含まれています。そして3番目のレイヤーは吹き出しです。1つのレイヤーになっています。4番目のレイヤーは人物の上の方に効果線です。5番目のレイヤーは人物です。人物は別にレイヤーを使いません。レイヤーが1つに全部入っています。この部分の場合はここを描くときは別のレイヤーでした。しかし描き終わってすぐに合わせました。私は個人的にレイヤーが多いとちょっと恥ずかしいです。6番目のレイヤーは人物マスキングレイヤーです。これもドクターストーンを連載していた頃まではペン先と人物マスキングが一緒になっていました。それ以来パソコンの性能も上がってハードディスクの容量も大きくなってインターネットの速度も速くなり、これは分離しました。合わせてもいいと思います。7番目はエフェクトレイヤーです。8番目のレイヤーは人物の後ろのエフェクト。9番目のレイヤーはトーンレイヤーです。これが全部です。これが私のスタイルです。こんなにレイヤーが少ないのがいいと思います。この原稿は背景があまりないが、背景がたくさん入っても多くても3つくらいがいいと思います。次のボイチのようにする方法2番目、ブラシをあまり変えないです。私が選んだ1つのブラシで細い線、太い線、中線、変わる線、細い線から厚い線まで全て可能です。私が見つけた1つのブラシで可能なサイズとブラシの交換なしで、ペン先を荒らしたいならこのように、滑らかにしたいなら滑らかに描いて、細くしたいなら細くもできるし、変化をたくさん与えたければこうしてもいいです。こうすれば時間が節約できます。これも刺身を一度に美味しく切る、きれいにする方法と似ています。前にも申し上げましたが、いろんな種類のブラシを使ってスタイルを変えることが悪いとは思いません。むしろいい方法だと前にもお話しました。この方法はボイチ用に作業を終わらせる方法なので、こうすることに対する強みをお話しています。こんなのがまさにこだわりというものです。時間がその分節約できると思います。それからファイルサイズをできるだけ小さくすることをお勧めします。私が最近ファイルサイズがたくさん増えました。以前は白黒完成原稿が30メガくらいでした。解像度は今と同じです。
30MB なら本当に小さいサイズです。ファイルサイズが小さいと得られるメリットは作業するコンピュータが速くなります。しかし最近は30メガも300メガもパソコンの速度が大きな差はありません。でもどこで差があるかというと、ローディング、セーブ、バックアップ、そして締め切りの時、こんな時ファイルのサイズが大きいと思ったより時間をたくさん使います。原稿サイズも大きく、あれこれたくさん入っているので、そんな時間は惜しくないと思う方がいたら、ファイルサイズを大きくするのも一つの方法でしょう。いい考えだと思います。でも今はボイチのように締め切り方法なので、ファイルサイズを最小限小さくすることをお勧めします。1秒1秒を惜しんで大きな時間を作る。特に週刊連載は1秒1分を節約することを引き起こします。躊躇して直して保存してアップロードして、こんなことに時間をできるだけ使わないこと、これがボイチ式の締め切り方です。次にまた重要なこと、コントロール Z& をできるだけ少なく使う。先に申し上げた大間産本マグロを、または天然のマダイを、これをこうやって切っていて、切り間違えた、コントロール Z、コントロール Z、また切り間違えた、コントロール Z。その料理人がすごい実力があるという、そんな気がしますか？一発で綺麗に正確に切って出すのが誰が見ても本物の料理人です。それで私はできるだけコントロール Z& を少なくした方がいいと思います。時間がもったいないです。もしミスをしたら、ミスをした絵を少し変える方法が好きです。ここまでは簡単なコツをお話しました。今からは少し難しいスキルについて話します。下書きを簡単にする方法があります。下書きを詳細かつ複雑にした上でペンタッチを入れるのは時間がたくさんかかります。それでも長い時間をかけて複雑にされる先生たちもいらっしゃったんですが、すごい実力者だと思います。どれだけ手が早いのですか？私は下書きを複雑にすると時間がないので週刊連載はできません。私はそんなに手が早い方ではありません。またできるだけ下書きを少なくした方が良いと思います。私がとても尊敬する日本の漫画界で絵の実力で5本の指の中に入ると思う先生がいらっしゃいます。その先生に私がずいぶん前にお会いしたことがあるんですが、会ってすぐにおっしゃることが、ついに会いましたね。私たちはいつか会う運命だったようです。その言葉がどんなにありがたいか。私とは実力差が空と地の差なのに、その方もそれをご存知でしょう。人の実力を感じるじゃないですか。差はあるけどあなたも入れてあげる、そういうことじゃないですか。その言葉がとてもありがたかったんです。それで作業について聞いてみたんですが、下書きは顔だけして体はアドリブでペンタッチでされるということです。でもその方の作品を見ると絵が本当にすごいです。これをどうやって何も考えずにペンタッチだけでできるんだ。私は到底想像もできない実力です。どうしてこれができるんですかと聞いてみたんですが、その先生がアシスタント時代にいたその画質の先生が作業をそうされたということです。それでそれを見て習って練習をしたらそれができたんです。皆さん、ここに重要なこと、いいことを学ばないといけません。もちろんその先生の出身は皆そうではなかったでしょう。しかしその方はそれを見て学んでやり遂げました。いいものを見て学んでください。その話を聞いて長い時間が経ちましたが、今でも私はそこまでできません。私は手足は全部下書きが必要です。でもできるだけ簡単な方がいいと思います。その次、少し難しいスキルですが、ペンタッチはなるべく一度にした方がいいと思います。できるだけ長く、できるだけいっぺんに。顔を描く時もこうやって、鼻を描く時も一度に、できるだけ一度に、そして長く。髪の毛が長いと考えてみましょう。できるだけ長く長く。こうすれば締め切りスピードがアップしますよね。このように一度にすることを。こうすれば一度にするより何倍の時間がかかります。髪の毛も
こうすると時間が長くかかります。でもこんなに長く、一気に長く描くのがいいと思います。私が一生こうしようと努力したんですが、でもジャンプで活動してからはこうやってわざと切って描いています。マーシャル・キングも同じです。代わりにこの方法を早くしないといけません。早くしようと努力してるけど、このように一度に長く描くよりかなり遅いです。こうやって切って描いてるから以前よりはるかに多くかかります。たくさんかかるのになんでこうするんだ。今のジャンプのトレンドはこのラインよりこんな感じの線だと思ったからです。粗い線を表現するためにわざと線を切っています。私の場合はこういう場合もあります。このように描いた後、わざと線を追加します。こんなに荒々しく、髪の毛もこのように追加でもっと入れます。荒れて見えるようにしています。こうする場合もとても多いです。しかしこれだけ時間がかかるでしょう。なので前よりはすごく遅かったですが、ジャンプで生き残るために最大限最近のトレンドを反映しようと努力中です。トレンド反映というのもありますが、私は技術的には一度にした方がいいと思います。続いてはペンタッチを短く重ねてする時もあるんですが、そういう時はできるだけ早くした方がいいと思います。私たちの画質に大切にしてるスタッフがいるんですが、ペンタッチを早くしてほしいとお願いしたんですが、こうやってペンタッチをしたんです。一度引いて止めてまた止めてスローモーションで表現すると、どんな感じか分かりますか？私のおすすめはそうじゃなくて、ただこうするんです。ただこうやって、だから途中で瞬間フリージングができないようにここからここまでペンタッチをするんですが、考える必要はありません。一線を引いて考えていつも覚悟を決めてやるよりは、ここからここまでペンタッチをするなら描きながら考えます。一線を引いて考えるのではなく、できるだけ早く止めずにすることをお勧めします。その次、手作業ことの話ですが、デジタル作業ではほとんど必要ない部分です。ミスを少なくした方がいいと思います。ミスを少なくするということはこういうことです。インクを落としたり、そうでなければ線が尖って出てくるのです。こんなに突き出るならここを直さないといけませんね。手作業でやるときは原稿を完成して修正液の作業をする場合が非常に多かったです。私がそうしたんじゃなくて、そういう作業方式が多かったんです。修正液担当がいる画質もありました。こういうのを修正する担当がいるんです。あちこち消して飛び出したものを消す作業をするんです。手作業の原稿は外角線の外にもっと空間があります。ここが紙の実際の終わりで、これが原稿用紙の終わりで、ここは内部フレームの実際の終わりだと考えてみましょう。こうなってますよね。手作業の原稿用紙と考えてみましょう。ペンタッチをこうしてここを修正液で消す先生がいました。私はここで止まりました。私はここに修正液を使うのが嫌いでした。そしてはみ出すのを置いておくのも嫌で、ここまでにしてだいたい止まりました。トーンもサイズに合わせてしました。そしてインクを落とすミスも減らして、線がはみ出すミスも減らして、これらを減らせばその分時間が節約できるでしょう。手作業時代の話でした。その次、私はとても重要だと思うんですが、紙の原稿サイズで描くです。このタブレットの基準で私が書く紙の原稿になるには 40% を拡大する必要があります。 17.3 インチタブレットで 40% を拡大すると私の手作業時代の原稿サイズです。このタブレットの前には 15.6 インチの 4K タブレットを使いましたが、 15.6 インチは 44% 拡大すると手作業の原稿サイズが出ました。それで私はできるだけその紙の原稿サイズでペンタッチをします。拡大もせず縮小もしません。
必要な場合に変更することもありますが、ほとんどの作業はこのタブレット基準で、40% で全てのペンタッチを終えます。40% で見えないディテールは関係ありません。読者が拡大して見ることはありません。読者が見ることができない領域です。私が紙の原稿サイズでデジタルで作業をするのは、単純に私がスピードを速くするということ以上重要な意味があると思います。どういうものかというと、漫画の歴史を私の原稿に収めるんです。漫画コミックスというものが誕生して発展した歳月に、この原稿サイズというものに入っていると私は思います。デジタル時代になっても違う時代になっても、漫画はこのサイズで描かれる。これを守ることが私はとても重要で、私が歩いていきたい人生でもあります。それを含めて時間の節約も兼ねていい方法だと思います。その次に、より根源的なものについてお話します。私が今までは絵を描くことについて話をしました。漫画を描くのに時間を節約する方法についてお話しました。しかし最初の質問は何でしたか？どうすればボイチほど原稿をたくさん描けるのかでしたね。つまり漫画を描くことです。絵だけ描いても漫画家にはなりません。ストーリーも構想しないといけないし、資料も収集しないといけないし、ネームも作らないといけません。こういうのを全部合わせて漫画を作るんですよね。なので私はストーリーを構想する時間がありません。漫画のストーリーを構成するために、毎週月火はこんなストーリーを構想する時間だよ、このようにしません。ネームを作る時間はあります。昨日がマーシャル・キングのネームを作る日でした。そして今日 YouTube の映像を撮影して、明日は次のマーシャル・キングのネームを作る時間です。さてそれでは、ストーリーを構想する時間はどこにありますか？資料収集と取材はいつしますか？ストーリーの構想は基本的に原稿をしながら行います。原稿をする時間も構成する時間、ご飯を食べる時間も構成する時間です。トイレの時間も構成する時間です。そして私がとても重要だと思う時間、寝る前と起きるとき。誰でも横になってすぐに寝ないじゃないですか。ディレクターさんは何分で寝ていると思いますか？私は約5分から10分くらいかかると思います。私もそれくらいなんですけど、その毎日の5分から10分、この時間にストーリーを構想します。起きる時もストーリーを構想しながら起きる場合が多いです。こうやって残った時間にストーリーを構想して、構想時間を別に設けていません。ネームを作る時間自体が重要な構想時間です。その次、ネームを早く作ることが重要だと思います。この前ネームを1日に50ページずつする話をお話しましたよね。そういう練習を通じて、ネームを早く組む訓練をしておいた方がいいと思います。なので私が昔、ネームをすごく早く作るときは、モバイルスタジオといって、ワコムから出たタブレット PC がありました。それを持って新幹線に乗ります。東京から大阪まで片道2時間半ぐらいかかりますが、出発するときにネームを組めば、大阪で降りるときに完成していました。新幹線がネーム作業が本当にうまくいきます。わざわざ新幹線に乗っていきました。こうやって作業をして通過となる原稿を基準に2時間半で20ページのネームを作りました。今はそうはいきません。そうしたのは10年前です。今は年も年だし、いろいろな理由があります。その次、ソースをたくさん確保しておいた方がいいです。ここでソースというのが何かというと、1990年代に私が韓国にいた時、私の仲間の先生さんがおっしゃった概念です。漫画を描く時、私が頭の中に今、波を描かないといけません。私は波の描き方を知りません。それでは資料を探してみて、研究して波を描かないといけないじゃないですか。そうすると締め切り時間が長くかかるじゃないですか。でも私が波の描き方を事前に練習しておきました。波は練習をしておいたからすぐ描くことができるんですよ。この頭の中に入っている波の描き方、これがソースなんです。普通漫画を勉強するとしたらほとんど人物だけ勉強します。それで人物を描く方法が頭の中に入っています。しかし実際には漫画はそうではありません。
老人、子供、悪役、ロボット、怪物などのキャラクターたち、自動車、森、山、岩、道路、雲、波。漫画を作るとしたらストーリーによって様々なものが出てきます。それを描くたびに資料を探すと時間が長くかかって、それだけクオリティも落ちるでしょう。でも私がそれをたくさん練習して、水の描き方、波の描き方、木の描き方、こんなことができるだけ頭の中にたくさん入っていれば、それだけ時間が節約できるのです。こういうのをその仲間の先生が、そのようなソースをたくさん持っていることが重要だということです。それで漫画家志望生の頃に人物の中でも特に男主人公、女主人公、それだけでなくさまざまなスタイル、キャラクター、衣装などそのような漫画に必要な多くのソースを練習しておくと良いでしょう。普段どこに行ってもじっとしているのではなく、たくさん観察してたくさん見て、資料撮影も頑張って分類もしっかりしておいて、私のライブラリーも作っておいて、そうすれば私だけのソースがたくさんたまるんです。それだけ時間が節約できて自分のオリジナリティも重要になるでしょう。週刊連載中に波を描くために海に行くわけにはいかないじゃないですか。 Google で検索すると波があります。でもそれをそのまま真似して描いたら盗作じゃないですか。真似して描いたらオリジナリティが落ちるじゃないですか。私も Google 検索をたまにします。でもできるだけ私の頭の中に入っていたり、それとも私が直接取った資料があればオリジナリティは自動で確保されて時間も節約できます。こういうのが多いほどいいということです。漫画家志望生から着実に準備すれば良いでしょう。私はそんなスクラップを中学校2年生の時からしました。今もそのスクラップを持っています。その次、先ほどお話しした話と続くのですが、そのように漫画家志望生の時勉強をたくさんしておいた方が良いです。勉強を広範囲にたくさんしてあげた方がいいです。特に大事なことは漫画家志望生の時、本をたくさん読んでおいた方が良いです。作品をするために資料本を読まないといけないんだけど、例えばウエスタンを漫画にするためにウエスタン関連資料の本を読まないといけません。映画なども見ながら参考にしなければなりません。先にしておけばどうだったでしょうか。普通は自分がやりたいジャンルがあるんですが、私の場合は SF とファンタジーのジャンルでした。でもそれをやりたいけど本は読んでいなかったらプロになった時読むしかないでしょう。漫画家志望生の時 SF をやりたかったから関連する科学、小説、映画事前に勉強しておけば当然役に立つし時間も節約できます。ですから漫画家になる前にできるだけ広範囲に勉強をしておいた方がいいです。絵の勉強や先ほど申し上げたソースだけでなく、本から得られる知識とジャンルに対する勉強、こういうことをしておいた方がいいと思います。その次、た方がいいです。ボイチのように働く方法といえば漫画をする方法です。漫画で大事なことは企画をすることも重要です。一つの作品を新人時代に始めて30年40年間やる時もあるんですが、本当に最高のケースですよね。しかしほとんどの漫画家は作品をやっているうちに終わります。その次の作品をしなければなりません。こういう企画が早く決まるといいですよね。私がホテルという作品を散歩する時にアイデアを出してからネームを完成させるまで4日かかったとお話したんですが、40日かかったり4ヶ月かかったらホテルネームは作られていないと思います。世の中に出てこなかったと思います。弟子にプロフィールを一つ作ってあげたい、小さな公募展に出すために構想したものですからです。これよりもっと早く企画が構想された場合もあります。ディレクターさん、これを言ったら時間がたくさんかかりますか？今でもほぼ1時間になっています。堪忍してください。それではディレクターさんの編集のために次にお話します。それで私は企画を早くすることが重要だと思います。特に私は仲間たちの企画が遅くて、また仕事ができなくなるケースをたくさん見ました。漫画家が企画を長くして長くかかるんじゃなくて、手が遅いとか休憩を長くしたとか、こんないろんな理由で二度と仕事ができなくなるケースを私はたくさん見ました。本当に誠実で立派な先生だったんですよ。
企画を 1,2 個くらいして、それがうまくいかずに約1年が過ぎました。その次からはただ仕事をしません。私もそういうケースをたくさん見たので、それで企画は早い時間に短くしなければなりません。原稿と原稿の間のタームを短くする企画方法は何でしょうか？原稿をしながら企画をするんですか？ディレクターさん、簡単に当たらないでください。私が何になりますか？すごいですね。連載作が終わる前に企画することです。企画を早くした方がいいです。その次、ずっと休まないことが重要です。休憩は取らないといけません。この映像を撮る時間は仕事でもありますが、私にとっては休憩でもあります。私たちのディレクターと楽しい時間を過ごしながら映像を撮影します。意味もあるし、やりがいもあるし、今日は休憩をして明日はネーム作業ができるんですよね。人間だから休憩は必要です。でも長く休むこと、長らく休暇を過ごすこと、こんなことはできるだけ少なくしています。なるべく基本的にしないようにするのが私のスタイルです。私がフランスのとても有名なレストランに行ったんです。その時ソムリエが私たちを担当されたんですが、そのソムリエの方がおっしゃったんです。来月から3ヶ月間休暇に行くとおっしゃっていました。南米やインドなどを回りながらリフレッシュする予定です。ということです。とても素晴らしい方法です。とても立派なレストランの一員としてそんな人生を生きるのがとても羨ましくないですか？わあ、これがフランスなんだと思ったけど、私はこんなに長く休みません。私は絶対にしません。休んで見える世界があり、休まないから見える世界があります。私は休まないから見える世界の一員です。そのとても立派なソムリエは休まないと見えない世界で仕事をしている方です。それが正しいと思います。しかし私は他のことを追求する人です。銀座にミシュランの星をたくさんもらった有名な料理人たちは南米に3ヶ月間行ってきません。休みもしません。ずっと延々と料理をします。時間があれば皿洗いは本人が直接します。世界的な名人なのに皿洗いは直接されるんです。そうしながら続けています。私が好きな埼玉にとても美味しく食べたラーメン屋さん、ミシュランと星とは関係なく世界的に有名でもないですが、そこで毎日ラーメンを作っている料理人、私はこの方々と同じ道だと思います。私はこのような方々を尊敬します。とても素敵だと思います。その方々は休まずに何を得ているのでしょうか？南米もインドも行けないじゃないですか。しかし私たちに美味しいラーメンを食べさせてくれます。その方々はお金持ちにはなりませんが、毎日休まず働いてラーメンを食べたければ行って食べることもできるし、言葉では言い表せない幸せを感じることができます。私がどうやって尊敬しないことができますか？私はこの方々と道が同じだと思います。その次、漫画のことが嫌にならないようにずっと気を使っているんです。嫌になったらおしまいです。嫌になったら無理にしないといけないじゃないですか。ずっと面白くて楽しくてやりがいのある心を持ってそうやってずっと気にしてるんです。その次、ボイチのように働くことに関する最も根源的なこと、私のスタイルに合わせて作業を決めるんじゃなくて作業に合わせてスタイルを決めます。例えばある先生の方が漫画家志望生から続けてきたスタイルがあるとしましょう。このスタイルはガツ30ページ以上はできないスタイルです。それではこの方が行くところはどこでしょうか？月刊誌に行って30ページずつしなければなりません。この方法が間違っているとは思いません。この方法がとても正しいと思います。しかしガツ30ページの方に週刊誌から連載の要請が来ました。仕方なく断らなければなりません。しかしこの方が週刊誌をぜひやりたいという考えがあったらどうでしょうか？そしてこの方にその2つができるスタイルが別に用意されていたらどうでしょうか？そしたらできるじゃないですか。月刊誌と週刊誌はスタイルと方式が同じではありませんが、でも準備ができていたらそれではできるのです。サンケンロックの場合はモデルを求めてポーズ撮影を全部しました。その方法で週刊誌を連載するのは私はダメです。
週刊連載する先生たちの中でポーズ撮影後に週刊連載する方々もいらっしゃいます。そうしながらも三剣ロックより高クオリティです。しかし私はそのような方法で週刊連載はできません。三剣ロックは筆で描いてスキャナーでスキャンしてペンの線を補正するだけで32段階に達しました。三剣ロック方式で週刊連載をするにはペン線の補正だけでも多くの人材が必要なので週刊連載はできません。でも私はポーズ撮影をしなくても描けるように準備されていて、他のスタイルで描けるように準備されていて、週刊連載もしたし同時に週刊連載も2つまでできました。それで自分がしなければならない作業量に合わせてスタイルを選ぶことができれば、絵のスタイルだけでなく締め切りの方法、私たちがスタッフを使う方法など様々な準備ができていれば機会が来た時すぐにできるでしょう。その次、私がすごく根源的なものだと思うのは年を取るということです。私は20代前半から漫画家として年を取ることに対してたくさん悩みました。その時も私の夢は長い間漫画を描くことでした。私が好きなことじゃないですか。漫画を描くのが好きで漫画家になったじゃないですか。それでその時からどうすれば私も長い間漫画が描けるかな。年を取るにつれて手が震えそうだし、体力が落ちそうだし、目もよく見えないと思うし、こういうことに対する悩みをたくさんして準備をたくさんしました。うちのスタッフたちにも年を取ることに対して話をたくさんします。若い時、その年に差し掛かった時にやると遅い。もっと前で準備しないといけない。お市のように漫画を描き続けたいなら、年を取ることについても前もって準備をしなければならないというのが私の考えです。その次に最後に、皆さんが多くのことを絶えずうまくやるためには漫画界が没落しないのです。私は漫画界の没落を何度も経験しました。なので私がよく知っているんですが、漫画界が没落すればそこで生き残るのは容易ではありません。とても簡単ではありません。漫画界が没落しないようにするには正しい方法で成長できるように一緒に努力しないといけません。そうなってこそ望むだけ仕事もでき、長くすることもできるのです。さあ、ここまでボイチのようにたくさん働く方法でした。お役に立てれば幸いです。ありがとうございます。